よいしょ。皆さんこんにちは、よしです。このポッドキャストでは日本語だけを使って日本語を勉強している皆さんが楽しくリスニングの練習ができるような話をしています。ポッドキャストの最後にクイズがあるので、ぜひ皆さん最後まで聞いていってください。はい、日本語ポッドキャスト今回で4回目ですかね。はい、始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本はですね、もう暑いめちゃめちゃ暑い。もうね、夏に入ってからもうほぼ毎日ずっとエアコン使ってますね。もう24時間、ほぼ24時間ぐらい使ってますね。なんかちょっと、外出するとき、買い物に行くとかで2時間とか3時間空けるぐらいだったら、もうつけっぱなしで、出かけてますね。まあ、半日とか、1日空けるとかだったら、切っていくんですけど、そのぐらい23時間だったら全然つけたままいっちゃいますね。なんかね、つけたり消したりしてるよりかはなんかずっとつけてた方が電気代は安いみたいなことを聞いたことがあります。本当かどうかは分かんないですけど、そう聞きましたね。でも確かに、先月、7月は毎日というかもうほぼ24時間ずっとつけてましたけど、そんなに高くなかったですね、電気代。他の月と比べてもめっちゃ高いとかいうわけではなかったんで、確かにそのね、よくみんなが言ってることは、そのつけたり消したりするよりかは安いっていうのは、確かに合ってるかもなと思いましたね。いや、日本にね住んでるみんな大丈夫ですか溶けてないですか？大丈夫かな、みんな。ねえ、夏の日本はねめちゃめちゃ暑いし、しかも災害とかも結構あるからね、日本旅行に来る人はね、ちょっと気をつけてほしい時期かもしれないですね。ね、それこそ、最近日本の千葉っていうところ、東京の隣にある千葉県っていうところなんですけど、そこでもうたくさん雨が降って、で洪水が起きて、何人くらい10人ぐらいの人が亡くなったっていうニュースを見ましたね。いや、ちょっと怖いなと思いましたね。もう車の上まで水が来てて、なんか水の中で車のライトが光ってるみたいな、そういうねニュースの映像を見ましたけど、いやー怖いですね。いつだったかな、去年も僕の地元でそのすっごいたくさん雨が降って、本当同じようにね、洪水が起きたことがあったんですけど、千葉県で起きたほど大きい洪水ではなかったと思うんですけど、その時はですね、僕は家族と一緒に家にいて、でもうほんとたくさん雨が降って、で家の横に川があるんですけど、その川の水がもう溢れちゃっていっぱいになって、で、家の外にあったエアコンの室外機がこう水で埋まっちゃって、でそのせいでこう家のね電気が家が停電しちゃって、結構ね大変だったんですよね、その時。で家の前の道路もう水がいっぱいになっちゃって、で車がね1台その外で止まってたんですよね。もう水の中をこう進もうとして、多分エンジンが止まってこう動けなくなってたんですよね。でその時、家の前の道路はもう腰ぐらい水あったかな、腰よりちょっと低いぐらいだったかなの水がもう来てて、でその車の中にはその家族が乗ってて、お父さんとお母さんと子供の3人が乗ってたんですけど、もう子供はもううわーって泣いてて、でお母さんはこの車のハンドルを持って、
でお父さんはその車を後ろからね押してこう頑張ってこう水の中から出そうとしてたんですよ。でそれを見つけてうわーっと思って、かわいそうっていうかなんか助けなきゃと思って、で僕も水の中に入っていって、で2人でお父さんと一緒に、僕のお父さんじゃないですよ、その家族のそのね、男性と一緒にこう車を押して、で水がないところまで、押したっていう事件がね去年ありましたね。でその家族は結局、車が動かないから、知り合いに電話して、で車で迎えに来てもらって、で家まで帰れたらしいんですけど、だからね僕の家族とは良かったねって家に帰れたみたいだよみたいな話をしてたんですけど、その時はね本当ちょっと恐怖を感じましたね。そうだからね、日本にいる皆さんもねぜひそういうの気をつけてほしいなと思いますね。はい、ということでですね、今回のテーマの方に行きましょうかね。今回のテーマはですね、お盆について話したいと思います。お盆って聞いたことありますかね。お盆っていうのは簡単に言うと、日本の夏のお休みなんですけど、僕もね先週お盆のお休みを、もらって、もらってというか取って、休ませていただいたんですけど、お盆っていうのは、夏にある日本の伝統的な、行事で、なんか亡くなった家族とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、自分の先祖の霊が、1年に1回こう家に帰ってくるから、その人たちを迎えてこう供養しようみたいな、行事なんですけど、ただ最近ではなんかそんな、宗教的な感じの行事という感じじゃなくて、もう本当に家族が集まる日、家族がこう実家に帰ったりとか地元に帰って、お父さんとかお母さんに会ってとか他の家族に会って、ご飯食べたりとか、そういう感じの休みというか行事になってる気がしますね。だからよくなんかおじいさんの家とかおばあさんの家に行ったりする家族もねあるとは思いますね。で、お盆の時期なんですけど、だいたい8月の12、13ぐらいから、8月の15、6日ぐらいですかねが、お盆って言われてますね。これは地域によって違うらしいんですけど、でもほとんどはこのぐらいの時期にお盆をすると思いますね。なんか沖縄の方は1ヶ月ぐらい早いみたいな、7月ぐらいにお盆をするって聞いたことがありますけど、でも大体はね8月にあると思います。でこのお盆っていうのは祝日じゃないんですよね。その国が決めた祝日とかじゃないんで、正確には休みじゃないんですけど、でも、会社とかお店は、お盆だからその会社とかお店を休みにして、でこう従業員の人に、お盆のお休みをあげるっていう、習慣がありますね。なのでこの時期はね大体どの企業とかお店もお休みなことが多くて、でみんなね実家とか地元に帰る人も多いので、結構ね飛行機とか新幹線とかがもう取れない、もう予約でいっぱいで取れないとか、すごく高いとかね、値段がすごく高いから、もしね日本に来ようかなって思ってる人とかは、このお盆の時期をこう避けた方がいいかもしれないですね。
新幹線とかね飛行機のチケットが、なかなか取れなかったりすごく高かったりするから、この時期を避けて、日本に来るのがいいかなと思いますね。で、実際ねお盆って何するのって思ってる人もいると思うんですけど、さっき言ったみたいに、地元に帰って家族に会うっていうのも一つなんですけど、その亡くなった人がね帰ってくる1年に1回家に帰ってくるって言われてる日なので、よく言うのは、お墓、家族のお墓を掃除しに行ったりとか、お花をあげたりとか、お供え物をあげたりとか、お墓参りっていうんですけど、お墓参りをしたりするのが一般的なんですかね。あとはこれはねもうしてる家庭は少ないかもしれないんですけど、お盆にはですね迎え日送り日っていうものがあるんですけど、迎え日っていうのは迎える日って書いて迎え日なんですけど、これはお盆はね死んだ人が帰ってくるので、家の外とか庭でこうちっちゃいね火を焚いて、でその火から出る煙とかねその火を見て、死んだ人とか、僕のご先祖様とかがこう見つけて、あそこが私たちの家だみたいな、あそこが帰るところだって見つけられるように、迎え日っていうのをするんですよね。で、その逆で、お盆の最後の日は、送り火、送る日って書いて送り火なんですけど、もう帰る時間だよとか、また来てねみたいな、じゃあまたねっていう意味を込めて、送り火っていうのをするんですよね。でも、これは実際にね火をこうつけるので、都会の方はもうやってないでしょうね。近所迷惑とかにもなりますから多分やってないと思うんですけど、うちもね何年か前までやってたんですけどもうやらなくなりましたね。火をつけるってね、ちょっと危ないですから、今でもまだやってる家庭もあるんですかね。田舎の方とかだとまだやってるかもしれませんね。で時々ね僕の生徒とかにも聞かれるのは、なんかお盆って特別な食べ物とかあるのみたいな、伝統的な食べ物とかあるのって聞かれるんですけど、特になくてこれ特にねこれを絶対食べるとかこれを食べる習慣があるっていうのはないんですけど、食べ物というか、食べ物で、作る人形みたいなのがあって、これは、きゅうりとナスに割り箸とかでこう手とね足をつけて、で牛とか馬みたいな形にするっていうのがあるんですよ。でこれ意味としては、きゅうりでこう馬みたいなね形を作って、で早く家に帰ってきますようにっていう意味を込めて、このきゅうりみたいなじゃない馬みたいな形をしたきゅうりを作るんですね。で逆に、ナスにこう割り箸とかを刺してこう牛みたいな形を作るんですけど、それはゆっくり家に帰ってねとかゆっくり天国に帰ってねっていう願いを込めてこう牛みたいな形をした、ナスを作るんですけど、これはねやってる家は少ないんじゃないですかね。僕の家でも見たことないかもしれないですね。僕の家族は結構面倒くさがり屋なので、あんまりそういうね行事とかで
何もしないんですけど、やってる家あるのかな。もう知らない人とかもいるかもしれないですね。そういうのを作る、お盆にそういうものを作るっていうのを知らない人も結構いるかもしれないですね。であと有名なものといったら盆踊りですね。盆踊りって聞いたことありますかね。盆踊りってね、踊りってついてるから、お盆にする踊りがあるんですけど、もともとはなんか宗教的な意味があったらしいんですけど、また仏教の何か宗教的な意味があったらしいんですけど、もう今ではもうお盆にする踊りだったり、お祭りのことを盆踊りって言ってますね。ただの夏祭りですね。そう、夏にね浴衣着て、出店行ってなんか食べてとか、かき氷食べてとか、花火見てとか、そういうお祭りを盆踊りって言ったりしますね。小さいお祭りとかだともう本当に、公園に集まってなんか音楽流して、踊る、みんなでこう輪になって踊るみたいなのもありましたね。僕が小さい時とかはおじいちゃんの家によく行ってたんですけど、おじいちゃんの家の近くに、小さい公園があって、でそこでこう音楽が聞こえてくるんですよね、近いから。そしたら「あ、今盆踊りやってるよ」って言って、で家族みんなでね、その公園に行ってこうみんなで踊ってっていう思い出がありますけど、でももう何年か前ぐらいからなくなっちゃいましたね。子供がね少なくなってきて、もうする人もいなくなったのか、それかその盆踊りを、してくれてた人たちが、すごい高齢になってもできなくなっちゃったのか分かんないんですけど、ちょっと寂しいですね、そういうのがどんどんなくなっていくのは。はい、いろいろね、お盆について話したんですけど、僕がしたこと、この先週お盆で実家に帰ってしたことをちょっとお話ししたいんですけど、僕は、家に帰って、家族とね一緒にご飯食べて、あとお酒飲んだりとか、あとお酒飲んだりあとお酒飲んだりお酒をたくさん飲みましたね。お父さんがお酒が好きで、やっぱりね、久しぶりに会う、子供とお酒をね飲みたいのかわからないですけどね、もしくは僕がただただお酒を飲みたかったのかわからないんですけど、もう家に帰ってね、お母さんのご飯と美味しいお酒と、それだけで十分でしたね。でも最近はね、お盆ってもうそういう習慣になったとかお休みになった、もう実家とか家に帰って家族に顔を見せるというか、お父さんお母さんに顔を見せて元気だよって、伝えるみたいな、そういう習慣になってきた感じがしますね。はい、じゃあ今回はねお盆をテーマにポッドキャスト、撮っていきましたけど、最後に一つクイズがあります。はい、そのクイズは、お盆にきゅうりで馬の形を作る意味とは何でしょうか。はい、僕がね、お盆に食べる伝統的なご飯はないけど、食べ物でこう動物のね形を作るっていう文化はあるよってお話ししたと思うんですけど、その意味、きゅうりで馬の形を作る意味、どういう願いがあってその馬の形を作っているのかっていうのが、クイズになります。
はい、なのでね皆さんぜひぜひ、答えをコメント欄に書いてくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあここで今回のポッドキャストを終わりたいと思います。皆さん今日もね聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。